21世紀、人類文明が最も華やかに進化した時代、スマートフォンが登場し、ゲーム業界に革命が訪れました。ソーシャルゲーム。この革命は、かつての純朴なゲームクリエイターたちを癒し黒光りした風の講座へと変貌させるには、十分すぎるほどの売り上げをたたき出しました。ゲームの良し悪しは、いかに面白いかではなく、いかにユーザーから効率的に推進できるかで評価されるようになりました。奇妙なことに、ユーザーたちはこれを熱狂的に受け入れ、時には人生が傾くレベルの課金をし、ガチャをつきまくるようになったのです。その課金の成果を、嫁が、推しが、ファンが、いや、人権だと SNS でご回答、嫌なことがあってもご回答、ついでに増やすもご回答、ソーシャルゲームは、人の欲望を青いプールと化したのです。一方、そんな間にも、順調に経済は停滞し、世相はどんどん荒れていくのですが、世の権力者様たちは、何も決まらない無謀な会議をいたずらに繰り返すのです。誰も何も動かない。誰も何も答えない。誰も何もできない。あるのは、欲望だけ。行き止まりのような、そんな社会の中で、若者たちは、いや、老若男女の全ての人々は、スマートフォンを立て回すのをやめようとはしなかったのです。さて、そんな中、また一つのソーシャルゲームが生まれようとしていました。およそ6年前、とあるゲーム業界の青年が欲望に取り込まれました。そして最悪の物語は始まったのです。とあるソーシャルゲーム会社の社長室。二人の男が暗い表情で会議をしている。開発は順調かね？研ぎ澄まされた眼光と、したたかな笑みを浮かべる社長を前に、新米プロデューサーは、背筋に悪感を感じながらも、力強くうなずく。間に合わせます。絶対に。進捗確認会というのは名ばかりなもので、リリース日を延長できない経営状態であることを、プロデューサーも理解していた。君に我が社の命運がかかっている。期待しているよ。社長がプロデューサーの肩を軽く叩き、部屋を後にすると、彼の重いため息が室内に反響した。このプロジェクトを外せば会社は倒産。俺の将来も真っ暗闇。低予算堪能期で起死回生の大ヒットを狙えなんて。支持する側は簡単だけど、結局頭をひねるのは現場。ゲームがヒットすれば社長の手柄、爆死したら全部俺のせい。胃が痛い。でも部下の前では笑顔笑顔。スマイル俺。低予算ならターゲットをニッチに絞る。ジャンルはまだ競合でヒット作が出ていないダークファンタジー。血にまみれた少女たちが殺し合う物語と、後半でも逆転できるギルドバトル。ソーシャルゲームで一番楽しいガチャはたくさん引けるように配布石は多め。でも上を目指すには課金が必要。ちょうどいいバランスを目指すんだ。上からの売り上げ必達という圧力には負けない。ユーザーさんが楽しんでくれれば売り上げもついてくるはずだ。待っててね、ユーザーさん。俺は君たちを笑顔にするゲームを作ってみせるよ。これ以上ガチャの排出確率を絞るわけにはいかない。だが、上の言うことを聞かないとリリースの承認は得られない。まさに自分の理想と現実との板挟み状態。
大人になると夢にまで社長が出てくる。リリースできないまま会社が倒産したら、新卒の子は転職が難しいだろうな。エンジニアリーダーはどうなるだろう。去年長男が生まれたばかり。最近ローンを組んでマンションを買ったと嬉しそうに話してくれたっけ。労基がうるさいこのご時世、残業を強いることはできない。家に持ち帰って自分がみんなの分まで働かなければ当然納期には間に合わない。大丈夫。俺ならやれる。最後に寝たのはいつだろう。匂いを指摘されるまでお風呂に入っていないことも忘れていた。気がつくと何時間も記憶のない状態が続いている。だが仕事は進んでいる。大丈夫。仕事が進んでいるなら。書いた記憶のない使用書、身に覚えのないキャバクラの名刺。まるでもう一人の自分がいるようだ。疑問はあるが止まることは許されない。処方された大量の錠剤を一気に噛み砕く。まだやれる。いや、やらなくては。俺様の傷一つないキャリアも守りたい。もはやプライドだけが俺様のガソリンだ。あれ？最初はこんな気持ちだったっけ？最終テストを終えたプロデューサーはしたたかな笑みを浮かべていた。ついに完成したぞ。俺様の考えた理想のゲームが。ギルドでユーザー同士の絆を構築し、安易に離脱しづらい状況を作る。その愛着あるギルドでバトルに勝つため、ユーザーはえぐいガチャを引く。人間の欲望を無限に増幅させ、それを完全な動線で課金に結びつける。自分が怖くなるね。完璧すぎて。このゲームをシノアリスと名付けよう。こんなゲームが売れるはずない。こんな予算じゃできっこない。みんな無理だ不可能だとわめいて俺様の足を引っ張ってくれたな。楽しみだぜ。奴らが手のひらを返し俺様にひざまずくのが。このゲームは絶対売れる。ガチャ万歳。私は戦い続ける。リリース直後から反響は絶大だった。だがうまくいかなかったこともある。前田 P、またサーバーダウンです。エンジニアの叫び声を浴びながら、半ば呆れた表情で前田はサーバールームを覗きに行く。そこには現実とは思えない歪んだ空間と不気味な暗い穴が開いていた。今回の開発で数々の視線をくぐり抜けてきた前田は瞬時に悟り、直感から逃れるように駆け出すが、穴から伸びた影が瞬時に彼を飲み込むと、代わりに二人の美しい少女を吐き出した。
それは彼の作ったシノアリスのキャラクター、アリスとスノーだった。